らっしゃいませ。焼きそばもかき氷も冷たいラムネも置いてまーす。海の家はいかがでしょうか。はあ、お客さんあんまり集まりません。どうしよう。これじゃアルストロメリアのみんなに申し訳ないよ。せっかく任せてもらえたってのに。海の家のお手伝いですか？すごいです。店員さんでいらっしゃいませ。ご注文は何にいたしますか？ってあるんですよね。そうそう、カホはうまくできちゃいそうだね。お品物と一緒に笑顔を届けますみたいな。でも割と急な話だな。企画の日までもうあんま時間ねえぞ。気にしねえっつーな。そんなの私たちががっつり客を呼び込めばいいだけだな。はい。プロデューサー様のご期待には必ず。私たちで頑張ってアルストロメリアのみんなには人気のお店をバトンタッチしよう。ええ、そうね。あんなに自信満々でいたのに、この状況はまずいよ。チョコ先輩、こんな時は作戦会議です。オッケー、カホ隊員。何か気づいたことがあったら言ってみるように。はい。私たちはここまでで声をかけるだけじゃ足りないって分かりました。なるほど。ということはつまり、もっと目を引く何かがあるべき？はっ！ここは日頃の練習を生かして即興ヒーローショーを見せたりとか。ヒーローショーですか？ちょっと待て、一旦落ち着け。なんでですか、ジュリ隊長。今の私たちなら息の合ったショーができるはずです。カホ隊員がヒーローでジュリ隊長が魔王で、私が囚われたお姫様ですよ。公園での特訓をお忘れですか？忘れちゃねえけど、よく考えろ。ただでさえ興味持たれてねえんだぞ。ヒーローショーやる海の家ってんなら話は別だけど、そうじゃないんだから余計わけわかんなくなるだろうが。そっか。かといってカホの言う通り、ただ声出ししてるだけでもダメだとは思うんだけど。皆様、いかがでしょう。リンゼちゃん、ごめんね。あんまりうまくいってなくて。なんとかしなきゃって今会議をしてたところなんです。それでは、リンゼに策がございます。おしぼりは平安の世から続くもてなしの心。道行く方々にお渡ししましょう。おしぼりを？もしそこを行く方、おしぼりを。受け取ってもらえなかったみたいです。よく考えたらそりゃそうだよな。歩いてて急におしぼり渡されても困るし。そうだよね。サクって言ってたけど、リンゼちゃん大丈夫かな。
おい、あいつなんかおしぼりじっと見てんぞ。どうするんだろうね。なんだ、手拭いたのか。砂っぽかったりしたのかな。首まで拭いてんぞ。丁寧だね、リンゼちゃん。でもリンゼさんすっごく気持ちよさそうです。確かにおしぼり思ったよりいいもんなんじゃねえの。私たちももらいに行く？リンゼちゃはい。そのおしぼり私たちももらっていいか？はい。こちらを。ん、ありがとうございます。はあ、やっぱり気持ちいいですだね。さっぱりする感じだよな。もちろんです。どうぞ。いえ、そうだ。ですね、もしちょこっと遊び疲れてるようだったら、ぜひ向こうの海の家で休んでいってください。あ、こっちにもおしぼりですね。はい、今準備します。待っててください。これどうぞ。よかったら海の家にも寄ってもらえると。どうぞ。おしぼりです。すげえな、おしぼり効果。人の集まり方がさっきとは段違いだぜ。はい。およそ戦いは生をもって愛、木をもって勝つ。実演販売はうまくいくとすごいよね、みたいな。違うんじゃね？リンゼさんはお客さんが本当に欲しがっているものを一番届けられる作戦を使ったんです。まだまだこれからですよ。さすがリンゼちゃんだな。私も頑張らないと。ってちょっと待って。どうした？リンゼちゃんがこっちにいるってことは、今向こうで料理とかの準備してるのって。私先戻るね。夏葉ちゃんが怪我する前に。おう、私たちも落ち着いたらそっち行くから。わかった、よろしく。非常に心外だわ。ごめんね、夏葉ちゃん。そりゃ確かに合宿の時の料理スキルはひどかったわよ。もちろんそれは自分でも分かっているわよ。でもだからこそこの有栖川夏葉が苦手をそのままにしておくわけがないじゃない。この仕事の話を聞いた時点で海の家にありそうなメニューは一通り頭に叩き込んだわ。鉄板料理に限って言えば今の私の敵じゃないの。おお、気迫十分。夏葉さんすごいです。本当にごめんね。私ってば夏葉ちゃんがそこまでの情熱をかけているとも知らないで。いいのよ千代子、分かってくれたのならそれで。今日の厨房は私に任せてちょうだいね。もちろん。ありがとう。さあそれじゃあ営業開始といきましょうか。こうしてると職人さんになったみたいです。そうね、
お客さんからすればカホが職人よ。美味しい焼きそばを出さなくっちゃ。そのまま混ぜ続けていてね。味付けに入るから。ソースと胡椒の完璧な組み合わせ見せてあげる。なんと香ばしい。食せば力も湧きましょう。それだわリンゼ。私ったらなんで思いつかなかったのかしら。夏葉さん？ここに来るお客さんは海で運動してきた人ばかりだとすれば、最高のもてなしは体づくりの助けになるべきよ。プロテインだわ。プロテインを入れなくちゃ。そうしなければこの焼きそばは完璧とは言えないもの。プロテイン。理想の自分にコミットするためのものよ。これさえあれば夢が叶うわ。夢が叶う。なんと恐るべき。入れましょう、夏葉さん。話がわかるわねリンゼ。その粉も入れるんですか？ええ。ちょ、待って3人とも。何してるの？入れちゃダメだよ。焼きそばに余計なタンパク質は必要ないから。あ、チョコ危ねえ。大丈夫か？ジュリちゃんありがとう。私は助かった。でも焼きそばを助けないと。じゃないとあの子が変わり果てた姿に。分かったからちょっと落ち着けって。おい夏葉、その粉入れんのはなしだからな。じゃねえよ。レシピに載ってねえだろそんなの。それはそうなんだけど。アレンジ加えんのはレシピ通り作れるようになってからだ。夏葉もいつも言ってんじゃねえか、基本をおろそかにすんなって。そうね、その通りだわ。二人とも先走ってごめんなさい。夏葉ちゃんに厨房を任せるのはもうちょっと先になりそうだな。チョコ、奥のテーブルにイチゴのかき氷とラムネを一つずつな。はーい。それにしてもお客さん途切れねえもんだな。ずっと盛況なのはありがたいけど。本格的に人手不足かもだよね。カホにはそろそろ休憩してもらいたいし。では出番でございます。あ、リンゼ急に出てくんなよな。リンゼちゃん、人手に心当たりあるの？はい。さあ入れませ。すごい。もしかしてその子動いたりするの？なんだよ、そいつがそんなにハイテクなら先に言っとけよな。いえ、戯れでございます。誠に動けばいかがなさいます？それよしチョコ、私らも頑張らねえとな。そうだね。人が足りないのは私たちでカバーしよおう、だからリンゼは自分のペースで手伝ってくれりゃいいからな。う。のんびりしててくれていいから。そのお人形くんと一緒なんだったら特に。くれぐれもよろしく。お仕事戻ろうか、ジュリちゃん。休憩まで頑張ろうね。ああ、そうだな。
こちらエージェント D。 敵は中央エリアで我々の出方を伺っている模様。こちらエージェント、何にしようかな。エージェント C、 敵の状態了解しました。作戦はどうしますか？そうね、2人で固まっているからには向こうは攻め重視のはず。ジュリらしくていいことだわ。となれば私たちもひよっているわけにはいかないでしょ。目には目を、攻撃には攻撃をよ。最短であの子たちを倒して宝物を取りに行くわ。正々堂々打ち合いをしましょう。この水鉄砲でね。オッケー。こっちの宝物の守りは？必要ない。そのためにあの配置にしたのだもの。合図したらついてきなさい、エージェント C。 了解、エージェント D。 ちなみに夏葉ちゃん、なんでコードネーム D なの？あら、簡単なことよ。本当の名前がすぐわかるようだと困るでしょ。一般的なトレーニング道具なら特定できないと思って。もしかして D ってダンベルの？さあ私に続いて千代子。って待って夏葉ちゃん、本名もろバレ。コードネームはどこへ？私も D って呼んでない。お、騒がしいのが来やがったな。正面突破とはらしいことで。カホ！お任せあれです。いい腕してるじゃないカホ。負けないわよ。さすが夏葉さん、早いです。敵ながらすごいです。相変わらず力押しだな。枕投げの時と一緒じゃねえか。攻撃は最大のってやつだよ、ジュリちゃん。今回は私もアタッカーなんだから。その意見には賛成だぜチョコ。だからこっちも最大火力だ。カホ、銃貸せ。よし、ダッシ早い。まずいよ、抜かれちゃュ。よそ見すんなよ。あんたらの相手は私だろ。ここから向こうの宝物までは一直線。夏葉もチョコもカホには追いつけねえ。二人して攻めに来たのが間違いだったな。そんななんちゃって。いいえ、リンゼ今よ。させません、カホさん。リンゼ炭です。さん、冷たいです。当たっちゃいました。ジュリちゃん、ごめんなさい。討ち取りました。リンゼがいねえと思ったら。あの子がいるから私たちは後ろを気にしないで2人で出てこられたのよ。さああなた一人で何ができるかしら、ジュリ。うるせえ、言ってろ。カホの敵は私が取る。一人だからってなめんなよな。運動した後のラムネは最高です。いやー、今日のゲームも盛り上がったね。私たちこういうチーム戦と相性いいのかも。はい、心を躍る戦いでした。ならよかったわ。うちのチームの立役者は間違いなくリンゼですもの。ああ、ラムネ溢れてんじゃねえか。夏葉、お前気づかねえうちに振ってたんだろ。そんなつもりはなかったのだけど。
ほら、私の持ってろ。そっちの瓶拭くから。悪いわね。曇りなき闘志と友情、なんと美しい。私もそう思います。放課後クライマックスガールズはみんな仲良しですなのでラムネを飲み終わったら後半のお仕事が始まる前に今度は5人でできる遊びをしませんか？賛成。千代子、布巾を取ってもらえないかしら。ちょっと待ってね。こっち片付けたら行くから。はーい、わかったわ。休憩終わってからも結構お客さん来てくれてよかったよな。カレーライスもかき氷も焼きそばもいっぱい食べてもらいました海の家のお手伝いとっても楽しかったです。アルストロメリアの皆さんが来た後もきっと賑やかになるはずです。うん、きっとそうなると思うぜ。さて、そしたらちゃんと引き継ぎしねえとだな。引き継ぎ？ああ。例えば、これはここにしまったぞとか、これに気をつけろよとか、あったことをまとめておくんだ。次のやつが困らないようにするための、仕事で使う手紙みたいなもんかな。お仕事のお手紙。すごいです。大人です。引き継ぎ、私も書いてもいいですか？もちろん、いろいろ書いてやれ。カホさん、ジュリさん、あれ？リンゼさん？リンゼさんも引き継ぎ書きますか？はい。ですが、その前に、お客様です。もう時間は過ぎてるだろう。断らねえと。いえ、あちらに。私、お話ししてきますね。あれ？どこに？わあ！カニさんです。カニ？ほんとだ。お客さんってカニさんのことだったんですね。カニさんも来てくれる海の家、すごいです。ジュリちゃん、時間は過ぎちゃってますけど、最後のお客さんご案内してもいいですか？まあ、せっかくだしな。いいんじゃねえの？ありがとうございます。チョコ、夏葉、最後のお客さん入れるぞ。え？ちょっと待って、ジュリー。前半の営業時間はもう終わったでしょ？夏葉さん、こちらの方は、特別でございます。そうなんです。カニさんが来てるんです。カニ？つうことだからさ。お願いします。なるほどね。そういうこと。わかったわ。いらっしゃいませ。ね。でも、カニさんって何を食べるんでしょう？貝や海藻、しらすも召されましょう。だったらこれなんてどうかな？小さなお客さんに千代子スペシャル。お客様、こちら当店自慢の品です。かつお節ですか？今あるものの中だとこれが一番かなって。きっと喜んでいただけます。カニさん、ちゃんと食べてます。器用なもんだな。ハサミで掴んだら切っちゃいそうなのに。美味しく食べてくれてるといいな。
この上ないおもてなしです。そうだ、カニさんのことも引き継ぎに書かなきゃですよね、ジュリちゃん。あ道具の場所とよく出るメニューと、あとは先に準備しておいた方がいいものと、他に何があったら楽になるかな。人手のいる時間、訪れた方の数。ああ、そっか、目安がわかるもんね。それも書こうっと。ええ、問題ないわ。もちろんよ。任せてちょうだい。ねえ、プロデューサー。ごめんなさい。今回の件、最初はあなたが何を考えているのか正直よくわからなかったの。比較的急な依頼だったにしろ、告知が不十分なことに何の手も打っていなかったのはおかしいと思ったし、普段のあなたを考えたら手抜かりなんじゃないって言いたくなるような段取りだったから。でもできた。他に何か書きたいことある人？はい、私あります。そっか、カニのこと書くって言ってたもんね。はい、カニさんもそうですし、今日はいっぱい出会いがありました。海は新しい皆さんに好きになってもらえるチャンスです。だからアルストロメリアの皆さんにも知ってもらいたいなって思います。はい。カホさんのお言葉、きっと届くでしょう。だね。ほらカホ、ペンはこれを使って。紙も足りなかったらまだあるからな。ありがとうございます。私たちのファンではない、初めて会う人たち、そういう人たちへ気持ちを届けることの難しさと大切さが実感できた気がするの。さすがはプロデューサーって言った方がいいのかしら。ふーん、まあそういうことにしておいてあげてもいいけど、個人的にはあんまり謙虚すぎるのは良くないと思うわよ。だからお礼は言っておくわ。今日の仕事もありがとう。感謝してる。後半も頑張ってね、プロデューサー。できました。引き継ぎ完成でーす。夏葉ちゃん、プロデューサーさん、書き終わったよあら、今行くから私にも見せて。先に行くわね。最後に今日の私たちにはいっぱい出会いがありました。海は新しい皆さんに好きになってもらえるチャンスです。浜野さん、天下さん、千雪さん、いっぱい海を楽しんでいっぱいの好きに出会ってください。放課後クライマックスガールズより。放課後クライマックスガールズのみんなからお手紙。これってカホちゃんの字だよね。すっごい一生懸命書いてくれてる。お手伝いする時のポイントとかも書いてあるよ。嬉しい。本当に素敵なお店を引き継ぐんだもの。私たちも頑張りましょうね。天下も頑張る。
オッケー。行こう、天下ちゃん。なあちゃん、お手紙、天下が持っててもいい？いいよ。なくしちゃわないようにね。ちゃんとポッケに入れとく。いらっしゃいませ。何名様でしょう？はい、それでは奥の席へどうぞ。ご注文繰り返します。焼きそばがお2つ、かき氷のいちごとレモンがお1つずつ、ラムネがお1つでお間違いないですか？はい、それでは少々お待ちくださいませ。お待たせしました。フライドポテトとソフトクリームです。お水のおかわり。ただいまお持ちします。なあちゃん、お冷やだよね。はい、これ持ってってあげて。ありがとう。天下ちゃんすごいよ。配膳だけじゃなくてちゃんとお客さんと話せてる。だから自信持ってね。今日の天下ちゃんはいつもよりもっと最高なんだから。いつもより最高。天下ちゃん、今日は特に張り切ってるみたいね。みんなで練習もしたし、それに天下ちゃんも楽しみにしてたんだと思うんだ。そうやって天下ちゃんがやる気になってるなら、アマナだってサポート頑張っちゃうのは当たり前だよ。せっかくなんだもん。天下ちゃんがその気になれば何でもできるんだって知ってもらわなきゃ。アマナちゃんが天下ちゃんを応援するのが上手ね。もちろんアマナの大好きなことだもん。アマナも頑張らなきゃ。向こうの注文取ってくるね。私もしっかりしなくっちゃ。天下ちゃん。了解。3番テーブルさんにラムネとアイスティー。ごめん、こっちは。4番さんは焼きそば大盛り、かき氷はメロン。そうだ、なあちゃん。はいはい、1番さんの料理もうすぐできるんだよね。アマナが運んじゃうよ。ありがとう。いつもより息ぴったりって感じだね。双子の勘が冴えまくり。どうしよっか、双子のテレパシー接客とかで宣伝でもしちゃう？縦看板、それともビラ？あれ、天下ちゃんも案外乗り気だ。さっきのなあちゃんおふざけで言ってたから、だからねへへ、バレちゃってたか。海の家楽しいもんね。あれ、千雪さんは？たくさん待たせちゃってごめんね、みんな。でもその間はお姉さんと遊びましょう。それにもう一人お客さんがいてね。ほら、そこ。そう、ヤドカリさん。みんなのためにヤドカリさんも来てくれたんですって。なでなでするときは気をつけてね。ヤドカリさんはハサミの手だからびっくりさせないように。そうそう、上手。そっちのみんなはどうかな。一緒に遊んでみましょう。ちっちゃい子に囲まれてる。千雪さん優しいから。そうだね、集まってる子たちもみんな楽しそう。アマナたちも
ああいう対応ができるようにならなきゃだね。頑張ろう。ちょっとだけ休憩。ちょっとだけ座るだけ。なあちゃん、千雪さん、ごめんね。でもすぐ戻るから。あ、エプロン汚れちゃったら大変。これでよし。お店なんとかなってよかった。今日はきっとなあちゃんにも千雪さんにも迷惑かけないで頑張れる。なに？あ、トンビ。てか、何も持ってないよ。ご飯は違うとこで。ぐるぐるしてる。向こう行こうかな。近かった。近く通った。ビューってすごい速い。また来ちゃう。どこか逃げなきゃ。あれエプロンは天下のエプロン。やっぱりトンビが。どうしよう。あれじゃ取り返せない。なあちゃん、他のエプロン持ってないかな。ダメだったらプロデューサーさんにお願いして。あ、お手紙ポッケに入ったまま。返して天下のエプロン返して。やっぱり怖い。向こうの岩の上止まってる。どこかに行っちゃう前になんとかしないと。でも天下のことすごく睨んでる気がする。なあちゃん、千雪さん。違う、ダメ。なあちゃんも千雪さんも向こうでお仕事してるんだから。天下が一人で。トンビさん、天下悪者じゃないよ。どちらかといえば味方だから仲良くしよう。ほら、だからね、天下のエプロン返して。お友達からもらった大事なお手紙入ってて。だから聞いてる。こっち睨んだまま。鳥だから人間の言葉わかんないのかも。ピー、よろろろろ。トンビさん、ピー、よろ。うまくできない。トンビさん。待って、飛んじゃダメ。追いかけなきゃ。
しこまりました。少々お待ちください。千雪さん、オーダー入りました。ってあれ？トンビーさん、待ってー。天下ちゃん？なにどうしたの？天下ちゃん！ダメだ、聞こえてない。追いかけなきゃ。千雪さん、厨房にいたよね。千雪さん！うわ、天野ちゃん？どうしたの？天下ちゃんが大変なの！だから天野が助けに行かないと。でも早くしないと見失っちゃう。お願い、千雪さん。千雪さんも手伝って。お願いだよ。わかったわ。急ぎましょう。プロデューサーさん、すみません。私たち少し出てきます。よろしくね、プロデューサーさん。千雪さん、早く。状況を整理しましょう。天下ちゃんが休憩をしていたところにあのトンビが飛んできた。それでエプロンを取られてしまった。天野ちゃんと私はエプロンを取り戻そうとしてトンビを追いかけている天下ちゃんを見かけた。途中で合流して、今トンビはそこの岩場に止まっている。トンビに天下ちゃんのエプロンを持ったまま飛び立たれる前に取り戻さないといけない。こういうことで合ってる？ごめんなさい。なあちゃん、千雪さん。天下がズルして休んでたから、また二人に迷惑だなんて思ってないよ、天下ちゃん。そうね。今回のはちょっとだけいけないことだったかもしれないけれど、でも天下ちゃんはきちんと反省をして謝ってくれてるんだもん。大丈夫。千雪さん。それに天下ちゃんが困ってることを迷惑だなんて思ったりしないわ。みんなで協力してあのトンビからエプロンを取り戻しましょう。ありがとう。でもあのトンビずっとこっち見てるよ。すっごい堂々としてる。なんだか社長さんみたい。本当、どうしたら天下ちゃんのエプロンを置いていってもらえるかしら。千雪さん、その手に持ってるのは？うわ、やだ。慌ててたからフライパン持ったまま来ちゃったのね。忘れて。それより作戦会議をしなくっちゃ。どうしたらいいと思う？ビーチボール借りてきて近くに投げてみる？天下、投げるの無理。変なとこ行って当たっちゃったらかわいそう。だよね。水鉄砲とかはダメだよね。それもかわいそう。濡れちゃっても良くないだろうしね。
そうだ、走っていって捕まえるのは。千雪さん、さすがにそれは。やっぱりダメか。そんなに速く走れないもんね。天下ちゃん、エプロンだけだったら予備がないかプロデューサーさんに聞いてみる？ダメ！天下のエプロン、ポッケにお手紙入ったままだから。そっか。じゃあ絶対取り戻さなきゃだね。何かいい方法ないかな。千雪さんのフライパン。天下ちゃん、それは忘れてって。そうじゃなくて、それで音鳴らしたらいいんじゃ。そうね、本当だ。なんで気づかなかったんだろう。この方法もちょっとかわいそうだけど、大きい音を鳴らしてびっくりさせましょう。オッケー。千雪さん、叩くときこの石使って。ありがとう。二人とも耳を塞いでいてね。トンビ飛び上がったよ。エプロンは持ったまま。でも離した。天下、取ってくる。天下ちゃん、海には落とさない。絶対間に合って。取った。天下ちゃん、大丈夫？大丈夫。エプロンもお手紙も無事。そっか、よかった。さあ天下ちゃん、捕まって。ありがとう。うまくいってよかった。天下ちゃん濡れちゃってる。海の家戻ったらちゃんと拭こうね。アマナも手伝うから。二人が来てくれてよかった。お店あるから迷惑かけたくなかったけど、でも来てくれて嬉しかった。天下ちゃん。あれ？でも二人がここにいたらお店は？大変、アマナちゃん。プロデューサーさんずっと一人だわ。だね、早く戻らなきゃ。天下ちゃんごめんね。とにかく急がなきゃなんだ。行こう。プロデューサーさん、ごめんなさい。でもプロデューサーさん。はい。アマナ、プロデューサーさんの代わりに厨房入るね。焼きそば用の追加の肉と野菜準備します。天下もできてる料理持っていく。私はホールに出てきます。天下ちゃん、千雪さん、今からシフト終わりまで
いつもよりいっぱい頑張ろうね。頑張ります。頑張ります。目つむってるのに光いっぱい。目に光くっつくみたい。天下ちゃんは何を描いてるの？なちやまあ、とちゆきさ。ほんと？それは嬉しい光。見て見て、アマナは A、L、S。なあちゃんのやつきれい。私も T、R、O。次 E を忘れちゃダメなのよ。E、M、E。はい。目つむっても見えるよ、アルストロメリア。ネズミ花火も終わっちゃったね。そうね。ずいぶんやってたから他もほとんど残ってなくて。あら、台紙の下。これならまだいくつかあるわ。それプロデューサーさプロデューサーさん、遅いよ。これで最後。なあちゃん。どうしたの？アマナ、昔線香花火が苦手だったんだ。いっつも最後にこれが残っちゃって、やるとジリジリって寂しい音がして、アマナちゃん。これが終わると夏がもう行っちゃうのかなって気がしたの。天下もなあちゃんが寂しいと寂しくなって。でも天下ちゃん、ありがとう。天下ちゃんはアマナがいつか好きになるようにって思ってくれてたんでしょ？そしたら花火最後まで楽しめる。天下ちゃん優しい。でもその気持ちわかるな。千雪さんも？線香花火はちょっと寂しい花火だよね。なんかごめんね。アマナ、これやる？天下も。アマナちゃん、天下ちゃん。ひらひらじゃない方につけるのよ。はい。ありがとう。これついてる間に火の形が変わっていくじゃない？ボタンとか松葉
私も詳しくは忘れちゃったんだけど、火の形に名前がついてるの。ボタンとか松葉とか言われればそうかも。そう、なんかね、そうやっていろんな形になって忘れないでねって言ってるみたいだなって。私今日がすっごく楽しくってね。アマナも天下も。今日のこと忘れないようにしたいの。たくさんお客さんが来てくれたこととか、トンビを追いかけたこととか。でもこれから何年も何年も経っても、また線香花火をしたら今日のこと思い出せるような気がする。だから私も一本もらうわね。ひらひらじゃない方につける。そうそう。はい、プロデューサーさんも。もちろんだよ。はい、プロデューサーさんはこれ。はそうだね。はーい。あれ？天下ちゃん、それ。天下ちゃんが守ったお手紙ね。お返事しなきゃ。これ、お返事、天下が書いてもいい？ずるい！なんて書くの？放課後クライマックスガールズのみんな、いっぱいの好きに出会ってくださいって。天下、いっぱいの好きに出会えたかはわからないけど、好きがいっぱいにおっきくなったよって。天下ちゃん。アマナもそう思う。私もとっても素敵なお返事だと思うわ。じゃあ天下ちゃんはお手紙大使に任命します。任命します。待っててね。みんな。